今までウプ主が気になってたバイクホイールの重量の比較をやってみるよ。今回はパート1としてフロントホイールの比較だよ。4輪では車外ホイールへの交換はカスタマイズの第一歩だけど、2輪の場合結構ハードルが高いカスタマイズだよね。それでもホイールを交換するのは見た目を良くする以外に軽量化が大きな要因だと思う。でも車外ホイールってどれくらい軽くなるのかよくわからないし、中性にしても車外ホイールにしても重量ってほとんど公表されてない。なんでウプ主が持ってるいろんなホイールの重量を測ってどのくらい違うのか比べてみるよ。ただホイール重量といっても車種別のアタッチメントやスプロケハブなんかの違いで変わってくる。完全に条件を一致させられるわけじゃないけど、ウプ主的にできるだけ条件を揃えて比較してみるよ。一般的にバイクのホイールはアルミが使われるけど、それ以外にマグネシウムやカーボン製がある。アルミとマグネシウムでの製法は鋳造と鍛造があって、カーボンはオートクレーブや RTM といった製法があるね。車外ホイールで多いのはアルミの鍛造品で、軽量で高強度って謳い文句だよね。ウプ主の手元には NSR250R と ZX10R の純正アルミ鋳造ホイールと、社外品としてアルミ鍛造、マグネシウム鍛造ホイールがある。それに加えて今回カーボンホイールを入手したんで、それらをなるべく条件を揃えて重量測定してみるよ。今回比較するホイールを示したのがこの表だね。NSR250R と ZX10R の純正ホイール。車外ホイールとしてアドバンテージ製エグザクトホイールで、最新はエグザクト2だけど、今回のホイールは旧モデルのエグザクトだね。次にゲールスピードのタイプ R、 それからリトー R&D 製のマグタン JB4 モデル、最後に BST 製のダイヤモンドテック。この6種類を比較するよ。まずはそれぞれ車体からホイールを取り外すよ。条件を揃えるためブレーキディスクとホイールカラーも取り外す。これが車体から取り外したホイールで、10R と NSR 純正ホイールはスペアホイールがあるからそれを測定する。次にタイヤを取り外すよ。少し古いけど4輪用のタイヤチェンジャーがあるんでそれを使う。4輪用なだけにバイクのタイヤを外すのは少し不便だけど、問題なく取り外すことができるね。簡単そうに見えるけど、それなりに慣れてないとすんなり外せるってわけじゃないね。こんな感じでタイヤを外した。重量測定するホイールはこの6本。スケールは Amazon で買った吊り下げ式の重量計で、安定させるためホイストで吊り下げて測定するよ。シビアな精度は期待できないけど、大きな誤差はないと思う。まずは吊り下げベルトをセットしてスケールの電源を入れてゼロ補正する。これでベルトの重量はキャンセルされる。最初に NSR の純正ホイールの重量を測定するよ。4360g だね。次に 10R の純正ホイールだよ。4020g だね。
リム幅は NSR が3インチで 10R が 3.5 インチ、0.5 インチリム幅が広いのに 10R 純正の方が重量は軽くできてるね。これは鋳造技術の進歩が影響していそうだね。ここからは車外の単造ホイールでまずエグザクト。4600g だね。ブレーキディスクのアタッチメントがメーカー品じゃなくて機械加工屋の製作みたいで、それが影響していそうだ。とはいえホイール自体も軽量とは言いづらいかもね。次はゲールスピードのタイプ R で、これもアルミ単造品だよ。こっちは 3930g、 純正よりは軽いけどすごく軽いってわけじゃない。次はゲールスピードのタイプ GP1S で、こっちはマグネシウム単造品だよ。さすがマグネシウムって感じで 2960g、 アルミ単造品より 1kg 軽いね。最後に BST のカーボンホイール。驚異の 2460g でマグネシウム単造よりも 500g 軽くできてる。結果をまとめた表がこれだね。 10R の純正ホイールが軽量だからなのか、アルミ単造品と比べてもいい線いってる感じだね。ま、強度の違いまで含めると違った比較にはなるだろうけどね。これが一番重かったエグザクトのブレーキアタッチメントの比較。タイプ R に比べて肉抜きが少ないのがわかるよね。結果としては大きな軽量化を目指すにはマグネシウムかカーボンが必要ってところかな。測定が終わったから再度タイヤを組み込むよ。タイヤチェンジャーを使ってるとはいえ、夏場の35度を超える気温の中の作業は大変だったみたいだよ。最後にバイクに組み込んで作業完了だね。今回はフロントホイールの重量比較だったけど、リアホイールの重量比較は別の動画で紹介するね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするから、チャンネル登録しておいてね。